イタレリの72分の1スケールノースアメリカン B25BC ミッチェルの仮組みを行います。 B25、日本からするとちょっと考えさせられる爆撃機ね。そうそう、同リットル空襲の際に使われた爆撃機ですね。機体番号からするとまさに同リットル中佐機というわけね。この同リットル中佐機である1号機は茨城方面から東京上空に侵入し、中条の陸軍造兵廠が目標だったみたいね。これが飛行ルートね。久慈川河口あたりから侵入して笠間市の岩間、桜川市の真壁と抜けて下妻市から南へ葛飾区あたりから東京に侵入してるわけね。そうなのだ。結局無関係な早稲田に焼夷弾を落とし民間人に死傷者を出すことになったわけね。その後陸軍の97式戦闘機を振り切り厚木方面を通過して海上に出た。当時厚木に配備されていた戦闘機は96艦船。そのまま中国大陸へと向かったわけね。結局燃料が尽きて落下山で脱出した。当然機体は墜落となってしまった。機体を届けることも任務の一つだったようで、中佐本人は失敗だと感じていたとか。本来時間はバラバラですが、その他機体の飛行ルートを重ねます。2番機の爆撃が一番最初だったのね。川口や王子周辺を爆撃したとか。荒川区小具を爆撃したので小具初空襲とも言われているとか。本土空襲では一番最初の場所ということね。以前飛燕の動画で触れたのは11番機。これが飛行ルートとなる。水戸市から侵入して土浦市あたりで撃退されたのかしら。最後は旭市あたりに焼夷弾を投下して九十九里方面に逃げているわね。アメリカが放ったジャブに陸海軍は日本本土防衛の危機感を感じる。海軍のミッドウェー作戦や陸軍による中国の飛行場破壊作戦へとつながるわけね。それでキットの方なんだけど、この他にもイギリス空軍仕様の C 型も作れるみたい。キット的にはいつ発売されたキットなの？イタレリの前身であるイタラエレイから1978年に出たのが最初みたい。前身というか単純に読みやすい名前にしただけみたいですが、レベルとテスターに OEM 提供された後に1980年イタレリとなって発売された。今回の BC 型以外にもガンシップと記載された H、J 型も出てるわけね。2018年に発売された AZ モデルもイタレリの OEM のようですね。結構 OEM されているわけね。国内だと長谷川版が出ているわけですが、2003年に発売されたキットね。あえて外したのか分かりませんが B 型ではなく H 型と J 型となっている。本土初空襲による民間人の犠牲がありますからね。あえて避けているのかもしれませんね。その他のメーカーからだと時系列で有名どころに絞ってお願いします。最初に紹介するのはフロックからで1964年に発売されたみたい。マーク2なのでイギリス空軍機ね。翌年の1965年にはエアフィックスからも発売された。こちらは型式不明ですが2013年のパッケージだと H 型、J 型となっているわね。1975年にはマッチボックスからも発売。これも H 型と J 型の選択式みたいです。なるほどね。1978年にはモノグラムからも発売された。スナックフィットかしらね。1996年には LL からも出ている。これはエアフィックスの OEM かしら。2005年にはレベルからも出ている。こちらは長谷川の OEM のようですね。イタレリの OEM 以外もあるわけね。2018年にはエアフィックスから新金型版が出てくる。新金型は C 型と D 型の選択式ね。 C 型と D 型は生産工場が違うだけでほとんど同じらしいですね。ふむふむ。2019年にはまたもレベルから発売された。こちらはモノグラムの金型ですね。最後はエデュアルドで2021年となる。こちらは長谷川の OEM のようですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の B25B ミッチェルなのだ。背景は関東地方のどこかでしょうか。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。同リットル中佐蒸気で1942年4月18日イギリス空軍第226飛行隊所属機となる。なるほど。部品点数は94点。さすが爆撃機のプラモデル。72分の1スケールとしては部品点数は多いわね。ではイタレリの72分の1スケール B25B ミッチェルの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で8パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。座席と操縦桿は2セットね。これ以外にも隔壁が前後あります。その他にケーキパネルがあるのね。ケーキパネルはデカール表現となる。パイロットはついていますね。2名つきます。なるほど。次はエンジンですね。エンジンはカウリングとプロペラをセットで組み立てます。こちらも2セット組み立てるわけね。全部で6パーツ構成となります。エンジンをカウリングに埋め込んでプロペラを差し込む。ふむふむ。今回は B 型で組んでいきますが C 型は7パーツとなります。 C 型は1パーツ多いわけね。続いて上部重座の組み立て3パーツ構成となる。実際には後から組んだ方が良いかもね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。まずはクリアパーツの組み込みね。その前に B 型で組む場合は胴体加工が必要。窓用に切り抜きがあるわけね。加工が終わったら左右胴体内側に窓パーツを組み込む。全部で6パーツとなる。できたら貼り合わせね。操縦席とケーキパネル、天窓、前脚と重座を挟み込んで接着する。機種に重りはいるの？特に指定はありません。なのですが透明支柱を使うようです。かっこ悪いわね。なので今回は機種に 24g 入れました。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドになります。太めに入ってるので筋彫りのガイドになりそう。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ2パーツ構成。上下貼り合わせて終了。主脚庫も組み立てるのね。主脚庫は左右それぞれ3パーツ構成。主脚を挟んで左右貼り合わせとなる。次は尾翼ですね。尾翼は3パーツ構成。いわゆる総垂直尾翼となる。水平尾翼の翼端に垂直尾翼をつけるのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは複数パーツとなるが操縦席の開閉選択ができない。まずはクリアパーツに部品を取り付けるのね。まずは機種重座から始める。機種重座は全部で3パーツ構成となる。クリアパーツの中に重座を組み込むのね。次にビブ重座。ビブ重座は2パーツ構成となる。こちらもクリアパーツの中に機重を組み込むのね。ここまでできたならば胴体に取り付ける。大きく分けて機種重座、操縦席、ビブ重座となるわけね。そうなのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主翼の組み立て時に主脚は組み込み済みです。主脚以外だとタイヤとホイールなどの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚も胴体組み立て時に組み込み済み。前脚以外だとタイヤとホイールとなるわけね。前脚も胴体に接着するカバーもあるのだ。細かい部分の取り付けもあるわね。まずは主翼関連。ピトー管やライトを取り付ける。次は下部重座ね。 B 型は下部重座がないので1パーツ貼り付けるだけ。胴体上部に取り付けるパーツはアンテナなどを取り付ける。それとエンジンに排気管を取り付けるのだ。なるほどね。では終わりに総評なのだ。今回はイタレリの72分の1スケールノースアメリカン B25BC ミッチェルの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？大型対戦機としては少ないパーツ構成で組み立てしやすく簡単に形となった。モールドは凸モールドでしたね。くっきり目に入っている凸モールド。お好みで彫り直しても良いかもね。この凸モールドをガイドにする感じね。イタレリのプラパーツは柔らかいので彫りすぎに注意なのだ。爆撃とはいえ吊るし物がなく寂しい感じでしたね。爆弾層が省略されているのでね。ここら辺は後発の長谷川版の方がいいかもね。長谷川版は大モールドですしね。中古購入の話ですがイタレリ版は手頃な値段となっているのも確か。とりあえず大型対戦機を作ってみたい人は選んでもいいかもしれませんね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。